1950年代2つの新薬の発見により抗うつ薬の市場が数億ドル規模へと爆発的に拡大しました。どちらの薬の目的にもうつ病の治療は挙げられてなく、当時多くの医師と科学者がうつ病を治療する唯一のアプローチは心理療法だと信じていました。その後数十年の発見を経てうつ病への理解が革新的に進むと新たな疑問が生じました。最初に発見された2つの抗うつ薬の1つイプロニアジドは結核の治療に開発されたものです。1952年の治験でイプロニアジドは結核の治療だけでなくうつ病患者の気分も改善させました。1956年スイスの臨床医がアレルギー反応の治療薬イミプラミンの治験の際に同じような効果を観察しました。どちらの薬も神経伝達物質モノアミンに影響していました。この抗うつ薬の発見が科学的不均衡理論の元になりました。うつ病は脳のシナプスの中のモノアミンの不足で起こるという考えです。イプロミアジド、イミプラミン、その他の類似の薬は脳のモノアミンの取り込みを増やすことでモノアミンのバランスを回復させると考えられました。この薬は異なるモノアミンを標的にし、それぞれが脳内のさまざまな受容体を活性化させます。これによりしばしば副作用が起こります。副作用には頭痛、ふらつき、記憶、思考、判断に対する認知機能障害が含まれます。標的を絞り副作用の少ない薬を作ろうと科学者は基地の抗うつ薬のうちどのモノアミンがうつ病の改善に関与するかの研究を始めました。1970年代に数人の研究者が一つの答えにたどり着きました。効果的な抗うつ薬はすべてある一種のモノアミンに作用するようです。セロトニンという物質です。この発見が1988年のフルオキセチン、プロザックの生産へとつながりました。この薬は選択的セロトニン再取り込み阻害薬、別名 SSRI という新たなタイプに属する最初の薬です。セロトニンの再吸収を阻害して脳内でより多く得られるように保つものです。標的を絞らない従来の抗うつ薬よりもプロザックは大きな効果を上げ副作用も少ないようです。プロザックの製作会社はうつ病の危険性を一般や医療コミュニティに知ってもらうことでこの薬の市場拡大を図りました。より多くの人々がうつ病を個人のコントロールを超えたメカニズムによって引き起こされる病気とみなすようになり、それがうつ病に関する非難と汚名を減らし、多くの人が救済を求めるようになりました。1990年代にはうつ病の治療を受ける人が飛躍的に上昇しました。心理療法などの治療は廃れ、ほとんどの人は抗うつ薬だけで治療されるようになりました。その後うつ病の治療法や原因に関してより微妙な見解が出てきます。すべてのうつ病患者がプロザックのような SSRI に反応するのではなく、他の神経伝達物質に作用する薬の方が効果的な人もいれば、薬に全く反応しない人もいます。多くの場合、心理療法と抗うつ薬を組み合わせた方が単独で治療するより効果があります。抗うつ薬が作用する仕組みも明確には分かっていません。薬を服用してから数時間以内にモノアミンの濃度が上昇しますが、患者がその効果を感じるのは通常数週間後です。また抗うつ薬の内服をやめた患者にはうつ病を二度と起こさない人もいれば再発する人もいます。何がうつ病を引き起こし、なぜ抗うつ薬が作用するのか分かっていないことを私たちは認識しています。科学的不均衡理論は不完全な説明です。ほとんどの抗うつ薬がセロトニンに作用することは偶然ではありえませんが、セロトニンの欠損がうつ病の原因だというわけではありません。もっと単純な例を考えてみましょう。スタウル氏で発疹ができたらステロイドクリームで治療しますが、ステロイドの欠損が発疹の原因を意味するわけではありません。この病気を理解するにはまだ長い道のりですが、幸いにもその間うつ病を治療する効果的な手段があります。チャンネル登録をお願いします。そこに新しい学習のチャンスがあります。